やっぱりラフでいいからパース線を引いておくといいですよね。こういう角度はできないですね。ワンピースならできそうだな。よろしくお願いします。毎度です。今回はよくリクエストされている一つのキャラクターだけじゃなくて2人同時に何か握手とか抱きしめるとか、とにかく2人を描くことが難しくて今日のチャレンジです。キャラが2人絡んでるとなるとやっぱりプロレスでしょう。プロレスむずすでに自分の中ではコブラツイストの絵が浮かんでるんですがこういう握手でもダメですかそれだと簡単すぎるでしょう。だよね。プロレスか。どうですか、4の字固め。4の字固め、足の関節技なんですけどまあ上から見ると相手の足をこうやってこんな感じにして関節技をかけるんですがわかりました。よし、やってみます。腕はどうなってますか？まあ腕はフリーで大丈夫ですよ。こういう状態だと誰の負けと誰の勝ちになるんですか？こう色分けするとこの人が負け苦しい。この足がこうなってるんですか？この足が上に来てますよ。よし頑張ります。今日の鉛筆は三菱ハードタイプだと結構鉛筆でそこそこ消しやすいんで。逆だと思った。ハードで傷つけてもまだ消せるんですか？いや綺麗に消えるわけじゃないんですけどね。よし、こういうポーズなんだ。こうこうまず一人がどういう格好でいるかっていうのをしっかり書いてそれに合わせてもいいし。なんとなく一人がこの辺にいて相手の足がこうなっていてこの人の足がこうなるかな。もう一本の足がこうなっている。なんとなくこういうのが見たことある気がする。こういうような形になる。腰がどこにあるのかわからないそうね。でもう一人がこういうところで苦しんでいる。こんな感じですか？やってみます。ちょっとイメージ的にここに相手の足が挟む。で相手の腰がこういうところかな。こんな感じですか？何と申しましょうかはい、こんな感じです。よし、じゃあ書いてみます。レスリング用な服は簡単なものでしたね。で、ショーツかな。ファンですか？プロレスですか？まあ子供の頃はよく見てましたね。何が面白いんですか？まあ普通の人がやったら怪我しそうなことを鍛えまくった体で体現してくれるところがなるほど。なんか私ストリートファイターとか格闘ゲームがすごい好きなのに全然こういうリアル的な対決は見ていない。で相手の体を描きます。こういう2人を描くときに何が一番難しいとなりますか？バランスですよね。バランス。片方のポーズに引っ張られると片方が不格好になっちゃうし。ちなみにかけられてる人の右足は左足の上に来るんですよ。ここに上に来る。これそうしないとロックできないから痛くない。確かに自分の左足の上に来なきゃいけないんだ。こうですね。そうですね。そうやって初めて痛いんですよ。危なかった。それを考えると右足が青い人の顔の前まで来るっていうのはめちゃくちゃ反対側にしなってることになりますよ。そうですね。こういう角度はできないですね。ワンピースならできそうだな。最初のボタンの掛け違いであらぬ方向へと。こういう方法。難しい。なんかもう2人書くから調整しにくい。こういう足を下に置くならこの人の腕も調整しなきゃいけないし、普段書いてる指を組み合わせる
いうのも同じようにね応用だと思えば。こういうポーズはできなくなりましたので、どうしたらいいですか？上半身を起こさずに寝そべってるポーズの方が自然ですよね、この場合。やっぱりこの足がこうなっているし、相手がこうなっているよ。線が入れてみます。この人の足が結構長くなりましたね。やっぱりお腹のところに足首が来るぐらいなんですよね。はい、完成です。どう？レスリングに見えるかな？かけてる人とかけられてる人なんかかけられてる人はそんなに苦しくなくて、かけてる人が苦しそうなんですけどちなみにこのポーズを上下反対にすると逆にかけられてる人は痛くなくてかけた人が痛くなるんですよ。こういう感じですか？そうです。まあやってみました。じゃあお願いします。じゃあさっきみたいに腰を書いて、で上半身を書くんだ。立ってるんですか？さて何が出てくるかすごい。後ろから背中に乗ってああいう風に足をロックっていうか、これがねコブラツイスト、そういうのあるんだ。一人だけキャラクター描いているから立っている状態で安定してるような絵を描いているけど、こういう二人を描くときに逆になんか不安定した状態の方がなんかちゃんと重さ持っているっていうか、この場合は力の入ったポーズにするのを心がければそれっぽく見えてくるんですけどね。表情でちゃんとどっちの方が苦しんでるかはっきりするプロレスだからそうだな、マスクマンにしてもいいし。こんな感じでラフはいいかな。なんか手のポーズもさらに痛みが感じますね。そうですねアニメーションだとどういうところを動かしますか？ブレさせるときは表情をブレさせたり、力の入ってる、全体ですよね何枚くらい必要ですか？2枚だけで2枚で十分ですよね、ブレさせるんだったら。こんな感じなるほど。コブラツイスト。よし、じゃあ比較タイムです。はい。じゃあまず私が書いた提案してくれた足の、なんて言うんですかね、4の字固め。4の字固めようななんとなくレスリングだっ
ってわかると思うんだけど、どっちの方が痛いのか、でなんでこの人の足がそんなに長くなっているのか、ちょっと不思議。まあパースがついててそれに乗せきれてなかったから普通そうねのノリで書いちゃうとそうね、この人ちょっとパースで描いたのに足はパースに乗ってない不思議な絵になりました実際やってみると足はお腹のあたりでグッとそうなんだこの辺。抑え込めるああ確かに確かに途中でポーズ変えたし、でもまあこっちの方が自然にそうね、2人書くと体がくっつくところを分かってから他のところを書くことですよね。上半身両方書いちゃったらもう足のところが調整しにくい。で、ひなまいさんが書いてくれたコブラツイスト、指で痛みを表現するのは面白かったし、筋肉の勉強になりますね。どういう勉強をしたらちゃんとどこに線を入れればいいか勉強になりますか？筋肉のつき方してるんだなっていうのはね、今頃はネットでワンサがね参考がいくらでもあるからそうですね。それを見るといいですよ。比較してもらえますか？そうですね。普通に、この角度で描くんでしたらこのぐらいのサイズで描けば分かりやすいかな。あー、そういう感じなんだ。とこう描けばどうかかってるか分かりやすいでしょ。そうですね。2人とも床に寝ているっていうか状態の方が自然ですね。多分最初からどういう技をちょっと勘違いしていたかもしれない。最初から構図が決まってあるとそんなに難しくないかもしれないけど、私みたいに顔とか上半身のところを先に決まっちゃったらその足の調整が難しくなるので、こうやってちゃんと最初から構図を決めた方がいいですね。やっぱりラフでいいからパース線を引いておくといいですよね。仕事で死体の山を描くよりは全然楽ですよ。何それ、そういう仕事は時々あるんですよ。男女がいて肩に手当ててるだけでも結構最初慣れないとね難しいんですよ。楽しい映画描きました。はい、ありがとうございます。毎度でした。